こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっと旅行におすすめのアイテム、ガジェットを中心にいろいろと紹介してみようかなと思います。今ね3月の後半なんですけど、ちょっとね卒業旅行に差し掛かりすぎてる感じもあるんですが、卒業旅行に行ったりとか、あとこの後ねゴールデンウィークとかもあるので、そろそろ旅行グッズみんな知りたいんじゃないかなっていうところでこのまとめですね。割とトバログもね旅行がすごい好きで、今オーストラリアに滞在してるのもそうなんですけど、学生時代からちょこちょこいろいろな国に行って、本当に少ない荷物で、現地を楽しむっていうのを割とやってたので、その辺りからこう蓄積しているね今に至るまでの、こういうガジェット結構いいんだよなみたいな、こういうアイテムあるとすごい便利ですよっていうのをね紹介していきたいです。というところで早速いってみましょう。はい、というわけで僕が旅行の時によく持っていくアイテムはこんな感じですね。これ以外にもねもちろんたくさんものを持っていくんですけども、結構いろんな人におすすめしやすい、そしてこの上に乗るものをこの画面の中に今収めています。そんな感じでいろいろと紹介していこうと思います。はい、まず紹介していくのが iPhone 15 Pro ではなくて、ここについているこの三脚ですね。これすごくないですか？これちょっとねマグネットで結構がっちりくっついているんですけども、この薄さ、このカードみたいな薄さながらこれでバチッとねマグセーフで背中に装着することができて、ここをこうやってグイグイっとやるとこのまんまこれが三脚になるんですよね。旅行中って結構 iPhone で写真を撮ったりするんですけど、例えばね家族用の写真とか景色が綺麗だったり、あとインスタのストーリーズとかね、いろいろねそういうシーン撮りたいと思うんですけど、そういうシーンでやっぱ iPhone だけだとなんか角度が決まんないとか、こうやって立てかけられないみたいな問題が結構あって、撮りたいシーンを撮りたいように撮影するっていうのが意外と難しいんですよ。でそういう時にこういうね三脚があれば、これ結構すごくいいのが、ここにボールみたいなのが備わっていて、結構グリグリね自由に角度を動かせるんですよね。でこの華奢な感じなんですけど、こういう角度はもちろんなんですが、こうやってねグイッとしても倒れない、そして横向きにねこういう風にも倒れないので、結構いろいろな自分が好きな角度でこうやって iPhone でね写真を撮ったりすることができるっていうのが一つ売りポイントですね。でそれよりもやっぱね意外と使えるのが iPhone で情報を見たりとか、ちょっとね暇な時になんか動画見たいなとか、なんか情報収集 YouTube でしたいなっていう時に、こうやってこのままこうすればねなんかスタンド的に使えるんですよね。例えばねこうやって朝ごはんを食べながらこんな感じで、YouTube とかでその場所のね情報収集するとか、なんかニュースを見るとか、そういうね地味なシーンでいろいろと使えるっていうのが最高です。でこれがなんでいいのかっていうと、このサイズでコンパクトで常に iPhone の背中に収まってくれるっていうところですね。これまで結構ねこのレオフォトっていうところのこの三脚、前にも紹介したんですが、これを使ってたんですよ。これはね高さが出せるし、すごくね作業中にもすごい便利だっていうところで紹介してはいたんですけども、これ常にiPhone にねつけておくのは難しいんですよね。コンパクトに折りたたまるのですごいねよくはあるんですけど、ポケットとかに入れておくと他のガジェットと結構干渉して傷がついてしまうし、ずっとこうやってね、iPhone 持ち歩くわけにもいかないので、この取り外しが地味に面倒だなと感じていたんですが、この三脚に関してはもう本当にバチッと背中につけるだけでいいので、これでね運用できるのが最高に便利です。こんな感じでガチャッと。ちょっとね高めではあるんですけど、これは本当に写真とか動画を撮りたいっていう用途はもちろんなんですが、スタンドとしてもかなりね優秀に使いやすいので、これは旅行の時には必須ですね。これについてちょっと詳しく後で単体で動画を撮ろうとも思っています。これは結構いい。はい、続いては、Bluetooth スピーカーですね。いい旅にいい音楽は欠かせないというところで、僕はかなりの頻度で海外旅行でも国内旅行でも Bluetooth のスピーカーは持っていきます。旅行中ってできるだけねスマートフォンとか日常の情報に触れたくないっていうのがありまして、旅館とかにね戻った後に、テレビとかそういうのをつけずに、その雰囲気とかその旅のねジャンルとかに合ったような音楽を、Apple Music とか YouTube
YouTube ミュージックでチョイスをして、それをね Bluetooth で流すっていうのをやるんですよ。最近のねスマートフォンとか、iPad とかでもだいぶ綺麗に音は流してくれるんですけど、あれ結構ね目の前にいる人に向けて割と綺麗に聞こえるっていう感じなんですよね。なので部屋全体にふわっと音楽を流すっていう目的だと、こういうね、部屋用の専用設計のね、Bluetooth スピーカーがあると BGM としてすごくいい気持ちで使えるんじゃないかなと思っています。 Bluetooth スピーカー持ち歩くなら何でもいいと思うんですけど、僕が使っているのがこれバン&オルフセンのビオサウンド A1 っていうやつですね。見た目が本当に可愛らしくて、そんなにね軽くはないんですけど、この丸みを帯びたミニマルなデザインと、あと音質ですよね。このサイズ感ながら結構ね気持ちのいい厚みのある音でね流してくれるので、音量をすごく小さくしてもリッチにこう厚みのある感じで部屋全体にね音が響くような感じで使えるんですよ。隣の部屋に聞こえない程度で、だけど自分の耳にはねすごく心地よく音楽を聴かせてくれるというところで、このねスピーカーを愛用しています。しかも何気にねこれ防水性能が高いもので、プールの横とか水のあるところとかでもね使えるので、そういう点でも結構便利ですね。あと地味にいいポイントだと、これいろいろなところにこうやってフックで引っ掛けられるんですよ。ホテルとかだと割と荷物を引っ掛けるようなね場所とかも結構あったりするので、そういうところにこう引っ掛けてね、音楽をこう流すっていうのもできるので、これは結構長く愛用しています。結構ね旅行中スマホをいじったりテレビを見ちゃったりしちゃうことも多いと思うんですけど、これで音楽を流しながら、会話を楽しんだりとか、あと雑誌とかね、そういう時間をね意図的に作るために結構ね持ち歩く感じですね。 Bluetooth スピーカーは旅にあると本当にいい感じです。はい、続いて旅行の時に割と持っていくのが iPad ですね。 iPad に関しては本当に10年以上旅行の時には必ず持っていくアイテムです。本当に iPad は学生の時から、なんなら iPad 初期型の頃からね、海外旅行とか国内旅行いろいろなところにね持ち出して使っているんですけども、何がいいのかっていうと、まずねバッテリー持ちがすごいっていうのと、あとは大画面で雑誌もコンテンツ動画とかも見やすいっていう、この2点ですね。特に飛行機で旅行ってなると、10時間とかそのぐらい飛行機に乗ったりするじゃないですか。でその前に、空港に着いてからの待ち時間とかもあるし、現地に着いてからもねイミグレーションとかでハワイとかだとすごい並んだりするんですが、そういう時間とかをうまく有効活用したいなっていうところで、このねバッテリー持ちはすごく大事っていうところです。結構ねスマートフォンだと現地に着いてから SIM を入れて使うので、できるだけバッテリーはね温存しておきたいんですけど、iPad だったらバッテリー持ちもかなり持つし、例えばねこうやって D マガジンでこういう本を読んだりとか、あとは Kindle で雑誌とか本とか、あと最近だとねこの子供用の絵本とかをダウンロードしているんですけども、こういうのが、飛行機の Wi-Fi が使えないような状態でも読んでね、楽しめるっていうのがやっぱり一番いいですね。であとは大画面なので地図もすごく見やすいし、Netflix とかもね結構見やすいっていう点で iPad は旅行にはね欠かせないアイテムの一つとなっています。結構薄型だし、このぐらい薄くてしかも軽くてバッテリー持ちがいいっていう点で言うと、本当に動画制作とか、ブログを書いたりとかそういうのがね伴わない旅行だったらこれだけで出かけちゃいますね。これと本当にちょっとしたスマートフォンだけで出かけるっていうのが、一番いい組み合わせかなと思っています。ちなみにこの使っているケースはピタカのやつで、これ前にね提供してもらったやつなんですけど、こんな感じでこう折りたたんでこのまんまね、なんかスタンド代わりとしても使えるので結構便利になるから、これは薄くてデザインもいいし、これをね愛用しています。はい、っていう感じで iPad です。はい、続いて旅に欠かせないアイテムでいうと、やっぱりモバイルバッテリーですね。モバイルバッテリーは、特に海外旅行とかだとかなりね使う頻度が高いかなと思います。フライトが長いっていうのもありますし、現地に着いてからね、SIM を挿して、地図をね広げながら歩くっていう時間も長いと思うので、そういうシーンでもモバイルバッテリーがあるとかなり使いやすいんじゃないかなと思います。その中でもね僕が旅行によく持って行っていたのはこのね CR
CIO の、1万ミリアンペアアワーのモバイルバッテリー兼この AC 充電器ですね。このままガシッとコンセントに直差しできるし、これ1万ミリもあるから、こういうねスマートフォンがだいたい 1.5 回から2回分ぐらい充電できるっていうところで、一つねこれがあるとかなり、旅行中の宿でもね充電しつつ、外に取り外したらモバイルバッテリーで使えるっていうところでかなり重宝していました。国内だとね基本的にこういうものを愛用していますね。で海外とかだと割とねフライトが長かったりするし、いろいろな、カメラとかそういうガジェットも充電することが多いので、こういう2万ミリアンペアアワー2万ミリの、モバイルバッテリーを持ち歩くことが多いです。これ自体はねラブパワーのモバイルバッテリーなんですけど、今は多分売ってないかな。おそらくアンカーとか CIO とかああいうメーカーの2万ミリのモバイルバッテリー買うのがいいのかなと思うんですけど、これがあると本当に、こういうねスマートフォンはもちろんこういう iPad とか、MacBook とかあらゆるガジェットをね、結構充電できるので、フライトはもちろん現地でも結構街歩きをしながら一日中出かけるっていう時にはね本当に最適なものかなと思っています。持ってる人も多いと思うんですけど、大容量系のねモバイルバッテリーあると便利なので、これはもう旅には必須ですね。はい、続いてはこれワイヤレスイヤホンかって思われるんですけど、なんとね電動シェーバーなんです。5枚刃のかなりパワフルにねひげを剃ってくれる電動シェーバーで、これはパナソニックのラムダッシュパームインっていうやつなんですけど、この見た目とこのコンパクトさめちゃくちゃ旅に最適なんですよね。これ本当にすごいなと思ってて、こういうね旅行用の電動シェーバーって割とコンパクトなんだけどパワーが弱かったり、なんかねこの刃の作りがしょぼかったりして、結構こうどっちつかずみたいになっちゃうんですけど、これは本当にね刃が5枚もあってめちゃパワフルなんですよ。こんな感じってで家でも旅先でも両方使えるっていうのが最高な点です。でもちろんね形とかそのサイズ感だけじゃなくて、これ旅行に最適な理由としてはこの後ろですね。ここをパカッと開けるとこれUSB-C で充電できるんですよ。こういう電動シェーバーって結構ね、防水のものだと専用設計の端子とかで、これだけを持っていくんじゃなくて別途ね充電用の AC みたいな専用の真っ黒くてでかいやつをね持っていかなきゃいけなかったんですけど、これに関しては本体のコンパクトさだけじゃなくて USB-C のケーブルがあれば、本当にこういうスマートフォンをね充電するためのケーブルがあれば充電できるっていうところで、これは旅行に最適な電動シェーバーですね。結構ね男性だとやっぱりねこういうひげ剃りって旅行の時にも必須だと思うんですけど、これに関してはちょっと高めなんですけど、その辺ねかなり考えられて作られているので、これは本当に旅におすすめしたいアイテムですねこれ。はい、続いてかなり地味なんですけどものすごく重要なのが音対策ですね。これはね本当にいろいろなところを旅して思ったんですけど、飛行機とか友達のいびきとかそういうので、夜ね目が覚めてしまうと次の日の街歩きとかにめちゃくちゃ影響出るんですよね。本当に寝不足のままだと何にも集中できなかったりするので、こういうね音対策は本当に必須です。まずはノイズキャンセリングヘッドホンですね。ノイズキャンセリングヘッドホンはなくてもいいかなとは思うんですけど、今回ねオーストラリアに来ていて結構な長時間フライトだったので、バッテリー持ちとかをね考えても、ノイズキャンセリングとバッテリー持ちの性能を考えても、ヘッドホン持っていこうかなと思ってこちらを持ってきています。このヘッドホンはトバログが好きで買っていて、本当に皆さんにおすすめするものではないんですけど、バング&オルフセンのビオプレイ H95 っていうやつを普段はね使っています。本当にねソニーのやつとかの方が多分ノイズキャンセリング性能はいいと思うんですが、音が好きなのと、あとiPad とかとね組み合わせて音楽を楽しんだりもするので、これをね一応持ってきているっていうわけですね。これに関してはね別途動画を撮っているので音質とかはそっちを見てほしいんですけど、もう一つねものすごく大事なものでいうとやっぱ耳栓ですね。耳栓は本当にスーパー威力を発揮します。ノイズキャンセリングの比にならないぐらいこれはね重要なアイテムなので、ノイキャンヘッドホンは持っていかないにしても耳栓は持っていった方がいいですね。これはねモルテックスっていうメーカーの、アメリカ軍とかかな、アメリカ軍とかが多分ね砲撃とかをする時に耳をおかしくしないようにね使うための、結構遮音性の高い
耳栓なんですけど、Amazon でね5個で300円ぐらいで買ったのかな。結構安くていいものなので、こちらをね、なくしてもいいように使っているっていう感じです。さっきも言った通り飛行機の中って何百人もの人がね同じ空間の中にいるので、結構いびきとか話し声とかね、夜うるさいと寝れないんですよね。かつ意外とホテルの部屋とかって遮音性がそんな高いわけではないので、隣の飲み会してる音だったりとか、あと外でめっちゃ風とか雨が吹いているっていう時とかね、寝れなかったりもするから、寝てる時にこれをするっていう感じですね。でかつこれをした後にこのねノイキャンヘッドホンをしてノイキャンをオンにすると本当に静寂に包まれるんですよ。これがめちゃくちゃ強くて、このセットは旅行の時にはね必ず持っていくようにしています。ノイキャンヘッドホンは結構大きくてかさばるので万人におすすめするわけではないんですけど、耳栓だけはねとりあえずあった方がいいかなっていう感じですね。耳栓超おすすめ。概要欄にねリンク貼っておくので、このおすすめのやつ Amazon から購入してみてください。はい、続いてこれはめちゃくちゃ地味なんだけどすごく便利なアイテムとしては Apple の AirTag ですね。これはね何かっていうと、こんな感じのヨーグレットみたいなタブレットお菓子みたいな感じなんですが、これをねあらゆる場所に仕込んでおくと、もしねなくしてしまった時とか盗まれた時に、例えばちょっとね自分から離れている時にどのぐらいの場所にねこの AirTag があるのかっていうのが、本当にこの数字で何メートルぐらい離れてるかっていうのをね教えてくれるんですよね、こんな感じで。っていうのもこれがあると何がいいのかっていうと、例えば、財布はちょっとね、すられた瞬間に捨てられてしまう可能性があるんですけど、財布みたいなのとか、あとバッグのね、見つからないような場所に入れておくと、例えば海外ってすんごくスリとか置き引き多いんですけど、そういうね置き引きとかスリに遭ってしまった時に、本当にこのカバンとかが探しやすくなるっていうわけですね。本当に金目のものとか現金とかは盗まれてしまうかもしれないんですけど、カバンとかがねその辺に捨ててあったりもするので、そういう時に自分の持ち物が最低限返ってくるっていうところで、安心感があるかなと思います。でそれ以上に個人的にすごい使ってる点で言うと、スーツケースどこにあるかなって探す時ですね。例えばね飛行機から降りてスーツケースのピックアップする場所あるじゃないですか。スーツケースを取りに行く時に自分のスーツケースこうね流れてくると思うんですけど、スーツケースの中にエアタグを仕込んでおくと、あと何メートルっていうやつがこのエアタグを通じてスーツケースの居場所を教えてくれるんですよね。それが意外とこう待ってる間のねどのぐらいで来るかなみたいなのがねなくなるので、すごくおすすめです。でかつねロストバッゲージって言って、乗り換えの時にね別なところに荷物が置きっぱなしになってるみたいな時もあるんで、例えばねどこにもう荷物がなくなっちゃったんだけどっていう時は、iPhone でね紛失モードを押せば、今ヨーロッパなのにドバイに置きっぱなしだとか、そういうのがね分かったりもするので、そういう意味でもエアタグ、1個3000円とか4000円ぐらいなんですけど、いくつかあると便利ですね。ちなみにトバログは日常的に財布どこだっけとかカバンどこに置いたっけみたいなの家の中でもよくやるので、居場所をね探すためにこれで探すをして、車の中に財布置きっぱなしだとかをねよくやっています。そういうね日常的にも使えるのでエアタグは本当におすすめですね。はい、続いて旅行に必須というか僕がよく持ち歩くのが、これはね自分で購入をしている Wi-Fi ルーターですね。レンタルで空港で借りるタイプではなくて、自分でね購入をした Wi-Fi ルーターを持っていきます。これに関しては海外だけじゃなくて国内でも結構使います。っていうのも、国内のホテルで結構ね Wi-Fi が遅い時多いんですよ。で僕の場合 YouTube に動画をアップロードしたりもするので、自分でね契約した楽天 SIM とか、あとはね au の povo とか、そういうのを挿して自分のね Wi-Fi 環境を部屋の中で作り出しています。それによって Wi-Fi の速度も遅くならないし、セキュリティ的にもね安全かなっていうところで、そういうね YouTube 動画とか、あと動画を見たりとか、そういうシーンでかなりね使いますね。でそんな感じで国内でも使うんですけど、海外に行く時もこれをね持っていきます。空港とかで契約できるタイプもあるんですけど、あれってめちゃくちゃ高い割に結構速度も遅くて、しかも
もギガ数が少ないっていう問題が結構あるんですね。その辺を考えるとね、自分でこういうのを持ってるんだったら、例えばね、今僕オーストラリアにいるんですけど、オーストラリアのスーパーとか空港とかでプリペイド SIM が買えるんですよ。そういう SIM カードをこの中にザクッと差し込んでしまえば、そのままねオーストラリアのめちゃくちゃ安い SIM カードの状態でこれが部屋でね Wi-Fi 環境が作り出せるので、そういう意味でも国内はもちろん海外でもこれをね使っています。その辺ね周波数の問題で対応してなかったりもすることはあるんですけど、基本大体どこの国に行ってもねある程度は使えるかなと思うので、これを使ってますね。余談なんですけど、結構ね海外に行く日本人とかでもレンタル用のこういうね Wi-Fi ルーターを空港で契約する人がいるんですけど、本当にね必要であればいいと思うんですが、最近はねこの楽天 SIM とか、あとドコモのアハモとかですね、あとポフォとかもそうなんですけど、日本で契約している SIM カードのまま料金は変わらず、もしくはトッピングとかで購入をしてかなり格安で海外でもねデータ通信2週間とかだったらできるので、そういうのを契約しているのであれば別途ねこういうレンタルルーターは必要なくて、スマートフォンとかあとWi-Fi ルーターとかでね、そういうのが使えるので、それはね是非活用してみてください。結構ね空港でのレンタルだと高くなっちゃうので、こういうね Wi-Fi ルーターとかは普段使っているっていう感じですね。はい、続いて海外旅行には欠かせないアイテムでいうと電源プラグのアダプターですね。こちらはサスケっていうやつで空港とかに売ってるのを見たことある人も多いと思うんですけど、こういう風にね何分割かできて、この電源のプラグとかをいろいろな形状にこうやってねガシャッと差し込むことができるアイテムなんですね。本当に変身ロボットみたいですごい好きなものなんですけど、なぜこれが必要かっていうと、日本の電源プラグってこういう形じゃないですか。ハワイとかアメリカとかもねこういうタイプの形状のコンセントを使ってるんですけど、例えばねオーストラリアとかだとこういう O タイプって言ってまたね全然違う形状のプラグとかを使うんですね。でヨーロッパとかだとまた違うねこういう形状を使ったりとか、しかもヨーロッパの中でもいろいろなねタイプの形状があったりして、各国ね意外とこの電源の形状ってバラバラなんですよ。結構ガジェットって充電できないと致命傷じゃないですか。もう本当に充電がなくなったら鉄の塊みたいになっちゃうので、これが必須なわけなんですけど、これをなぜ日本から持っていくかっていうと、こっち側の形状のものが海外だと売ってないんですね。アメリカとかハワイ、あとは台湾とかかな、同じ形状の国に行くのであればいいんですけど、別の国に行くとなるとこのね日本のプラグをまた変換するためのこういうアダプターも全く売ってないんですよね。量販店に行けばギリギリ見つかるかもしれないんですけど、こんなでかいもので3000円とかねしたりもするし、すごい致命傷になるので、日本から必ずこのサスケみたいなタイプをいくつか持っていきます。一つの国だけを行くのであれば小さいね、ドンキとかで売ってる黒いやつとかね安いやつを使えばいいんですけど、例えばねヨーロッパの周遊みたいなものだと割と国によってこの規格全然違かったりもするので、一つの旅で何個もね違うプラグ使ったりするから、やっぱりねサスケは必須ですね。はい、続いて旅行にあると便利なアイテムでいうとこちらですね。このカバン自体もそうなんですけど、よいしょ、このクリッパはかなり使えます。これね何かっていうと、これはもう知ってる人も多いと思うんですけど、バックハンガーですね。こういうリング状でこうやってねガチッと開くものなんですけど、これをね例えばねご飯を食べる時とかカフェにいる時とかもこうやってねこのテーブルの天板の部分にぶら下げておくことで自分のすごく近くに置いておくことができて、かつね汚れずにこう置いておくことができるんですね。特にね海外旅行とかそうなんですけど、別のね隣の席に置いておくと不注意でねいきなり荷物が盗まれていたみたいなこともあるし、あとはね地面にバックパックを置くにしても結構海外のね床とかって汚かったり濡れてたりするんですよね。それですんごくカバンが汚れてしまうっていうこともあるので、できるだけ手元に置いておきつつ、本当にねぶら下げて自分の近くに置いておくっていう目的だと、こういうねバックハンガーがあるとめちゃくちゃ便利です。これはねクリッパ2っていうやつなんですけど、耐荷重が確か15キロぐらい
らいあるのかな。本当に機内持ち込み用のバッグぐらいだったら全然問題なく、これでね、この机の上とかにこう引っ掛けておけるので、これがあるとものすごくそういう意味で重宝しますね。ちなみにカラーはね、ゴールドとブラックとシルバー、それぞれねツヤありとツヤ消しがあって6種類ぐらいあるんですけど、僕はツヤありのこのね、シルバーのモデルを使っています。いろいろな時に使うんですけど、普段街歩きの時はこういうね小さい、これハーフデイパックっていうんですが、こういう小さめのねショルダーバッグを使っているので、これにね普段こうやってつけている感じです。っていうところで、旅行にはねバッグハンガーはかなりおすすめです。はい、続いても地味で便利なアイテムなんですけど、こちらは荷物を測る用の測りですね。これ今電源を入れたんですが、こんな感じで数字が出ていて、これをね、例えばスーツケースのタグとかにぐるっと巻きつけて、これをこんな感じでぶら下げて、よいしょって荷物を持ち上げると、こんな感じで今この荷物がどのぐらいの重さなのかっていうのが、ある程度わかるんですよね。結構、LCC とかはもちろんなんですけど、飛行機って耐荷重というか荷物の制限がすごい厳しいんですよ。例えば僕がよく使ってるカンタス航空とかだと、1個あたりの荷物が32キロを超えたらもう持ち運べませんよ、別な荷物別なバッグに移し替えてくださいとか、あと機内持ち込みの荷物も LCC とかだと7キロ制限とかがあるんですよね。本当に飛行機に乗る直前に測られて、7キロを超えると料金がプラスでもう1万円とか2万円とか取られていくっていう、そこでね収益を上げるようなサービス形態であるんですけど、そういうね LCC はもちろん飛行機に乗る時に重さは本当にシビアっていうところで、これはね必ず持ち歩いています。例えば僕が旅行の時に使うこのねカメラバッグなんですけど、これめちゃくちゃ頑丈でぶん投げられても大丈夫なやつなんですが、これとかだとどんぐらいの重さなんだろうな。例えばねこういうタグ部分にこう引っ掛けてよいしょってこうぶら下げるんですよね。ちょっと重いんですけど、こうやってぶら下げると今11キロぐらいあるっていうのが分かるので、これはもう飛行機の機内に持ち込むんじゃなくて預け入れするべきだなとか、そういうね判断がしやすくなります。空港にもねこういう重さを測るものはあるんですけど、パッキングをするのはホテルの中だと思うので、ホテルである程度どのぐらいの重さかなっていうのを把握しておくためにもこれは必要ですね。本当に Amazon とかで1000円ちょいぐらいから購入できると思うので、海外旅行に行く人は特に持っておいた方がいいかなとは思います。はい、国内外問わず旅行に持っていくものだと、こういうねたくさんの口がある電源タップ、しかもねこのケーブルの部分が 2,3 メートルあるタイプと、あとは充電する時用の AC アダプターですね。これはガジェットをね特に多く持っていく人にとっては必須です。電源タップに関してはね本当に何でもよくて、2,3 個あるタイプで全然十分かなと思うんですけど、ホテルとか旅館って使いたい場所に意外と電源がないことが多いんですね。例えばデスクの周りにはあるんだけどベッド周りには電源がないとか、逆にベッド周りにはあるんだけどこのソファーでくつろぐ場所に電源がないとか、そういうね地味にストレスがあったりするので、僕は結構こういう長めのケーブルが備わった電源タップを持っていくことが多いですね。僕は本当にガジェットとかカメラとかをねかなり充電しなきゃいけないので、口が大きいものは持っていくんですけど、これはね国内に旅行する時は必ず持っていきます。ちなみに海外とかだと電圧とかの関係で使えないことが多いので、必ず購入する時はここのね、これだとね 125V までなので、110V までの対応している国とかだと使えるかなと思うんですけど、本当に国によって違うので、国外に持っていく時はちょっと注意が必要ですね。AC 充電器に関してはさっきのねモバイルバッテリーのところで紹介したんですけど、言わずもがなですよね。例えばiPad とか、MacBook とかスマートフォンとかワイヤレスイヤホンとかカメラとかね、そういう旅行先でも意外とガジェット使うことが多いと思うんですけど、そういうあらゆるものを1つか2つとかで充電できたらいいなっていうので、充電器は結構重要かなと思います。僕がねよく使っているのがこちらの、CIO の結構古い MacBook おすすめアクセサリーでも紹介したんですけど、この 65W で充電できる4個口ついてるタイプのものですね。これはね iPad とか MacBook ではなくて、例えばスマートフォンとあとちょっとしたカメ
メラとかイヤホンとかそういうのをねケーブルをこう挿しておいて一晩で1箇所で充電するっていうことがねしやすいもので、これはね必ず持ち歩きます。であともう一つ持ち歩くものだとアンカーのね 140W で充電できる3個口のこのタイプですね。ちょっと大きめではあるんですけど MacBook とかも充電できるし、あらゆるねガジェット全く不便なく充電ができるのでちょっと高めなんですがこれを使っています。ただ旅行の時だと MacBook とか持っていかないパターンもあるので、その時はねコンパクトだけど結構口数が多いこちらを使うという感じですね。電源周りだと基本的には延長タップとあとAC 充電器を結構ちゃんと持ち歩く感じです。はい、という感じで今回はね、トバログが普段よく使っている、旅行用に絞ったガジェットを紹介してみました。厳密に言うとねガジェットだけではなかったんですけど、カバンに収まる電子機器とかあとギア的な意味でこういうのをね紹介しています。卒業旅行にはもしかしたら間に合わないかもしれないんですけど、これからゴールデンウィークの旅行とかをね計画する人も多いと思うので、このタイミングでこの動画をアップしています。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。是非ねこの動画気に入っていただけた方はチャンネル登録、いいねボタン、あとコメントの方もたくさんよろしくお願いします。で気に入っていただけたら是非ねチャンネル登録もお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。